世の中には複数のものが混じり合って一つのものになっているというものがたくさんあります。例えば私たちが目にする色も赤、緑、そして青が混ざり合って様々な色として見えるそうですし、食べ物にも様々な成分が含まれています。こうした複数のものが混ざり合ったものを調べるときには、それぞれの成分を分離して分析することで、その本質が見えることがあります。実はオーディオアンプの回路もそうで、電気的に異なる2つの要素に対して働くものを重ね合わせたような構成になっています。この2つの要素を分離して考えることで、回路が理解しやすくなり、種々の解析や計算をするのに役立ちます。それで今日はこの動画シリーズの前の動画で作成したアンプの音を改善するために、この回路を2つの部分に分けて考える方法について説明します。この動画を見ていただくと、電気回路を分析するときに使われる回路の直流部分と交流部分の分離の仕方がわかりますので、ぜひ最後までご覧ください。前回公開した動画で、スピーカーに直流が流れないようにするために RC 結合を用いてトランジスタとスピーカーを接続する回路を作りました。なんとか音が出るようになり、直流が流れないことまでは確認できましたけれども、出力される音が歪んでいてとても悪い状態でした。それで今日はその音が悪いという問題を解決していきたいと思います。ではまず前回の動画で作ったアンプの回路を確認するところから始めましょう。これは一つ前に公開した008の動画で作成したエレキチアンプ2号 A の回路です。この回路ではスピーカーに流れるべきではない直流電流が流れなくなったので、その意味では一歩前進したのですが、音がとても悪く、音質面では一歩後退してしまいました。今日はこのアンプの音を元の状態に戻すことを考えたいと思います。この回路の音が悪いのはなぜでしょうか。それはバイアス点がふさわしくないからです。この回路は8オームのスピーカーがトランジスタのコレクタに直接つながった固定バイアス方式のエレキチアンプ1号の回路をもとに、スピーカーがつながっていた部分にコンデンサーと抵抗を追加して RC 結合するように変更したものです。固定バイアス方式の回路のバイアス抵抗は003の動画で説明した通り、コレクタに流れる電流の量によって変わりますけれども、前回の動画でコレクタのところに抵抗やコンデンサーが追加されたことで、このコレクタ電流は変わるはずです。それにもかかわらず、この回路では以前の回路で計算した 2kΩ のバイアス抵抗がそのまま使われているので、バイアス点が最適でなく音が歪んでいるのです。それでこの回路で起こっている音の歪みを改善するには、この RC 結合の出力回路に合ったバイアス抵抗を求める必要があります。それでそのバイアスの計算をし直したいわけですが、ここで問題となるのは、コレクタに何オームがつながっていると考えたらよいのかという点です。前の回路ではコレクタには8オームのスピーカーだけが接続されていたので、負荷を8オームとして計算することでうまくいきましたが、この回路ではスピーカー以外に抵抗とコンデンサーがついています。この回路では負荷を何オームとして計算すれば良いのでしょうか。普通に考えると、コレクタにつながれている8オームのスピーカーと100マイクロファラッドのコンデンサー、そして100オームの抵抗からなる回路の合成抵抗を計算して、その値を使うと良いように思います。それでコンデンサーのインピーダンスを 2πfc 分の1としてオームの法則を用いて求めてみると、こんな式となります。この式を用いて周波数 F を人間の耳で聞こえる音の範囲の真ん中あたりの 1kHz とした時の値を実際に計算してみると、インピーダンスは約 8.75 オームとなります。
この 8.75 オームの抵抗がコレクタにつながっているとみなしてバイアスを計算して良いのであれば、右の回路を左に書いた回路のように考えて計算すれば良いことになります。この左の回路と前に作ったエレキチアンプ1号の回路の違いは、コレクタにつけられた負荷抵抗の値が8オームであるか 8.75 オームであるかの違いだけです。これらの抵抗値の差はわずか 0.75 オームでほとんど変わらないので、以前と同じ2キロオームのバイアス抵抗でも動作するように思えます。念のため、負荷が 8.75 オームである場合のバイアス抵抗の値を003の動画で説明した方法で計算してみると 1.8 キロオームとなります。ということは、バイアス抵抗はそれに近い2キロオームで問題なく動くはずです。でも実際は先ほど聞いたように音は歪み、明らかに適切なバイアスがかかっているとは思えません。なぜこの計算ではダメなのでしょうか。その理由を知るためには、バイアスの基本に立ち戻って回路の動きを考える必要があります。そもそもバイアスとは何でしょうか。バイアスとは003の動画で説明した通り、音声信号、つまり交流の振動の中心を引き上げるための直流のことです。バイアスを加えても交流成分の波形が変わらないようにするために、バイアスには交流成分が含まれてはなりません。それでバイアスを考えるときには、バイアス電流は直流であるということを念頭に置いて回路を考えなければなりません。では、そのバイアスは直流であるということを頭に置いて、この回路のバイアスについて考えてみることにしましょう。固定バイアスの回路のバイアスを決める際には、003の動画で説明した通り、電源からコレクタに流れる直流の最大電流を求めて、その電流のだいたい半分の電流をバイアス電とします。それでまずこの回路で電源からコレクタに流れる直流の最大電流を求めたいわけですが、その電流はどの程度となるでしょうか。これについて考えるため、001の動画で説明したトランジスタの動作イメージの絵をご覧ください。この絵はバイポーラートランジスタの動作を理解するために、電気の流れを水の流れに例えて、その動きをイメージしたものです。このトランジスタの動作イメージについては001の動画で詳しく扱っていますので、よろしければご覧ください。さて、今作っているアンプの増幅回路は、右に書いている回路のように、電源からコレクタエミッタ間に流れる大きな電流をベース電流で制御する回路です。この回路を左に書いているような水の流れを制御するバルブのモデルで考えると、コレクタに相当する部分に流れる電流が最大となるのは、バルブが最大限開いて、そのバルブの部分で流れる電流が何の妨げもなく流れる時の電流です。ということは、回路のコレクタエミッタ間を直結し、その部分の抵抗値が0オームとなるようにして、そこに流れる電流を求めれば最大電流が求まるはずです。それで今考えている回路でコレクタに流れる最大電流を求めるには、この回路図のようにコレクタエミッタ間を導線で直接つないで直結した回路を考えて、そこに流れる電流を求めれば良いことになります。では、この直結した部分にどの程度の量の電流が流れるでしょうか。この電流は先ほど計算した負荷の部分の合成インピーダンスの 8.75 オームがつながっていると考えて求めて良いでしょうか。いいえ、それでは正しい値は求まりません。なぜなら、先ほど計算した 8.75 オームという合成インピーダンスの値は、交流が流れる経路のインピーダンスであって、直流が流れる経路の抵抗成分ではないからです。この回路で 5V の電源から流れる電流の経路について考えてください。一つ前の008の動画で
スピーカーに直流が流れない回路を作った際に確認した通り、この回路ではスピーカーと100マイクロファラッドのコンデンサーをたどる経路には直流は流れません。コンデンサは直流を通さないからです。直流が流れるのは左の100オームの抵抗の方の経路だけです。それで直流であるバイアス電流を計算する際には 8.75 オームではなく100オームとして計算しなければならないのです。このようにバイアスは直流なので、これを計算するときには回路の中の直流に関わる部分について考える必要があるのです。アナログ信号の増幅回路はある経路には直流が流れ、別の部分には交流だけが流れるといったように、交流部分と直流部分が混ざり合ったような回路となっています。それでバイアスを計算するときには、交流と直流の成分が混ざり合った回路から直流に関わる部分だけを抜き出して考えなければなりません。エレキチアンプ2号に音声入力とスピーカーをつないだこの回路をご覧ください。この回路において音声信号入力につながれる音源は交流信号を供給する信号源ですので、電気の供給能力が小さいものの、ある意味で交流電源とみなすことができます。そうするとこの回路には音声信号の入力のところにある交流電源と 5V の直流電源の2つの電源から流れる直流と交流が混ざり合った電流が流れます。このように2つの電源がある回路から直流に関わる部分だけを抜き出すにはどうしたら良いのでしょうか。回路の直流に関わる部分を抜き出すには、まずコンデンサに注目します。直流がコンデンサを流れることはありませんので、コンデンサがついているところは直流電源にとってはつながっていない、つまり存在していないものと同じです。それでコンデンサーがある音声入力の部分とスピーカーの出力部分を削除します。そうすると右のような回路となります。このように直流に関わる部分を抜き出した回路には、バイアス回路のバイアス抵抗と負荷であるスピーカーと並列に入る抵抗、これを負荷抵抗と呼ぶことがありますが、これらの2つの抵抗だけが残ります。バイアスを計算するにはこの右のシンプルな回路を考えればよいのです。ではこの回路を用いて実際にバイアス抵抗の計算をしてみましょう。この回路は固定バイアス方式の回路ですので、前の動画シリーズの003の動画で説明した方法で計算します。詳しい説明を見たい方は説明欄に003の動画へのリンクを書いておきますので、どうぞご覧ください。ではまずバイアス電流について考えましょう。コレクターに流れる最大電流はコレクターエミッタ間を直結した場合の回路を考えればよいので、5V 割る100オームを計算して 0.05 アンペアとなります。それでバイアス点はその最大電流の半分の値の 0.025 アンペアとします。そうすると TTC5200 の HFE は120程度ですので、バイアス抵抗 RB に流すバイアス電流は 0.025 割る120を計算して 0.0002 アンペアとなります。では次に電圧について考えましょう。バイアス抵抗 RB にかかる電圧はトランジスタのベースエミッタ間電圧が 0.6V 程度ですので、 RB にかかる電圧は電源電圧の 5V から 0.6V を引いた 4.4V 程度となります。それでバイアス抵抗 RB の抵抗値は抵抗にかかる電圧を流れる電流で割った値 4.4V 割る 0.0002 アンペアを計算して 22kΩ となります。バイアス抵抗をこれに近い値に変更すればひどい音は解消されるはずです。バイアス抵抗の値が求まったので
エレキチアンプ2号の回路をここに書いたように変更して試してみたいと思います。この回路では以前の回路で 2kΩ だったバイアス抵抗の値を 20kΩ に変更しています。先ほど計算したバイアス抵抗は 22kΩ でしたので、本当はその値の方が良いのですが、手元に 20kΩ しかないので、今回は 20kΩ の抵抗に差し替えることにします。ではバイアス抵抗を変更して音がどう変化するかを試してみることにしましょう。まず適切なバイアス抵抗に変更する前の 2kΩ のバイアス抵抗がついた状態での音を確認しましょう。やはり音が悪いですね。ではこの 2kΩ の抵抗を外して 20kΩ に変更してみます。音はかなり良くなりました。良かったです。これでまた一歩前進しました。今回は増幅回路に流れる電流を直流成分と交流成分に分ける方法を説明し、それを用いて直流成分を抜き出してバイアスの計算をしてみて、実際に回路が正しく動くということを確認することができました。この回路の直流部分と交流部分を分けて解析するというやり方は電子回路の解析において本当によく用いられ、回路設計するときに本当に役立ちますので、今日ここでお話しした内容を覚えておいていただければ幸いです。さて、今回作成したアンプは音質の点ではかなり改善されたのですけれども、音量が前のシリーズで作ったエレキチアンプ1号と比較するとかなり小さいという問題が残っています。次の動画ではこの問題について取り組みたいと思います。実は今回作ったアンプで以前に作ったアンプほど音が出ないのは、以前よりもアンプの入力部分に電流が流れにくくなっているためです。この入力に流れる電流について考えるには、トランジスタの入力部分の電流の流れにくさを表す入力インピーダンスについて理解する必要があります。それで次回の動画ではこのトランジスタの入力インピーダンスについて説明し、実際に今作っているアンプでもっと大きな音が出るように回路を修正したいと思います。実はトランジスタを一つしか使っていないエレキチのアンプで結構大きな音が出るのは、この入力インピーダンスが低いということが一つの要因です。このあたりのことが分かってくると、エレキチのアンプで普通一石のアンプでは使わないような大きな電力用のトランジスタを使っている理由も見えてきます。次回の動画ではそのあたりの謎にも迫る興味深い内容になると思いますので、ぜひチャンネル登録して次回の動画もご覧ください。ご視聴ありがとうございました。